国内で外国人におすすめする場所は？いっぱいあるよね。いや、それこそ、難しい。タグッドジャパニーズの自然な日本語。4人の友達にこの質問を聞きました。国内で外国人におすすめする場所は？英語字幕は CC ボタンを押してね。いっぱいあるよね。うん、でも、去年それこそ行ったのが、うん。滝爪っていううーん、若いお兄さんが自分のおばあちゃんの家を改修して、日うん、本茶の、なんて言うのかな、コース、うん。お菓子と、そんなお茶を出していくコースうん。があるの。どこどこ？それがすごい、どこだ、品川かな、品川だった気がする。あ、東京？すごい、そう東京、すごいおすすめ。へえ、なんてとこ？城？滝爪。全然違う。城。あ、滝つめ、滝つめ。うん、完全予約制だと思うけど、行ったんだなっち日本、ゃんじゃあ予約して。そう、会社の、なんていうんだろうな。なんか、プレゼントみたいな感じでうん。用意してもらって。でもすごい良かった。なんか日本人だけど、改めてなんか今までそんなお茶の良さとか考えたことなかったな、みたいな感じだうんうん。し、感がすごい良かったね。うん。それはお茶と、普通に食事できるのじゃなくてなんかお茶菓子みたいな感じ？そう、お茶菓子で、4つくらいのお茶をなんか順番に出して、それに合うお菓子も出してくれて、うん。で、それぞれ説明と、あとなんか最後、瞑想みたいな、ちょっと時間も取ってみたいな。すごい。うん、なんかすごい良かった。なんか日本だね。そうなの。しかも英語対応もバッチリされてそうな。だから、本当のおすすめって感じです。あ、すごい。それちょっと気になるな。私も最近、お茶勉強してってさ。ねえ、思った。そう、なんかあげてたよね。そうなの。日本茶アドバイザーコース受けて、なんか終わったんだけど、最近。うん、すごいじゃん。なんかお茶も深いよね。なんか日本人ってさ、レストランと、まあ、特にお蕎麦屋さんとか、日本のお料理屋さん行くと、無料でもらえちゃうからさ、お茶って。だから別うん、にそう、味わったりあんまりしないじゃん。うん、だけどなんかこう、ね、こだわってるお茶とか、ちゃんとした入れ方するとすごい美味しいからさ。そうそうそう。ね。行ってほしい、本当に。品川の、なんだっけ名前。いつめね。滝だよね。爪。ちょっと、先になってきたわ。滝爪。滝爪だった気がする。わかりました。滝爪。品川ね。ぜひ。品川。品なるほど。川からね、ちょっとタクシー乗った方がいい感じのうん。場所だったな。ちょっと離れてるんだね。まあ、あんまりね、品川駅近とかね、そんなとこないもんね。住宅街って感じのところへにあっえ、た。わかりました。じゃあちょっと、後でチェックしてみます。えーっと、いや、それこそ、うん。高円寺じゃないですか。この間の、うん。この間の高円寺は、あ、本個人当。的には、なんか楽しいんじゃないかなって思いましたね。なんか高円寺のイメージ、古着とかあったりとか、まあ飲み屋ああ、そうです、もあっそうです。て、うん。あと、なんでおすすめですか？なんか、やっぱり、日本ってなんか、なんて言うんだろうな。日本っておもてなしのある国だよねって言われ方はするけど、うん、やっぱり場所によっては、なんかこう、お客さんに対していい接客をしないお店もする地域も結構あるとはうん、感じていて、うん、うん。そういう人をお金だと思わないで、人としてこう、
友達みたいに接してうん。くれるようなおうんうん。店がすごく多い気がしていて、そういう雰囲気のお店がたくさんある地域だなっていうふうには感じたから、あ、いいすごね。いおすすめだなとうは思います。ーん。お酒飲んでてもお、楽しいね。そうそうそううんうそう、それもんうん。すごく楽しいし、うん。まあでもそれは北海道も同じだけどね。うんうん。北海道もすごい、まあ暖かい人は多いから、うん。そういう特に外国人に対しての、接し方とか、う来てん。くれてありがとうっていう気持ちはすごい、なんか、すごい、今はあるんじゃないかなうって、ん。なるほどね。ある場所が多いかもねっうて思う。ん。うん。なるほどね。じゃあ、高円寺とか、札幌とか、まあ、札幌に限らず、北海道でいろんな。そうだね。今ごめん。お酒を飲むとこちょっとメインに考えちゃったね、今。でもいいとそれ思う。しか当てない。高円寺行くってなるのかな、外国人の人。あんまり聞かない気がすそう。いなるけどな。かった。うん、実を言うといな本当。かったかうら、ん。面白いかもなっていううん。ふうには感じたかな。あ、面白いかも。うん。なんかこの、チェーン店ってこう、なんかいらっしゃいませ。何々、うんうん。もう注文をして終わりっていう、そういうイメージがあったけど、まあでも、個人店でもそういうところはありますよね、でもね。うんうんうん。そうだうん。ね。だから、まあ、個人店だからフレンドリーな人がいっぱいいるっていうわけじゃないけど、うん。うん。そうだね。高円寺は特にじゃあ、フレンドリーなスタッフが多いお店が多いのかな。そうですね。飲み屋のやっぱり街、古着もたくさんあるけど、飲みうん。屋の街でもあるから、うん。そういう文化を大切にしてるようなイメージはうあるかん。もしれない。あ、すごい。うん。あ、いいですね。そう。あまりね、メジャーなとこだとみんな同じようなとこ言うかもしれないから、うんうん。今、飲み屋メインで考えたらちょっと今、高円寺しか言わないでありがとうご思いつかない。ざいます。なすいません。るほどね。私、高円寺1、2回しか行ったことないかな。ちょっとじゃあ今度行ってみようかな。あれ前、前回一緒に行って飲んだ場うん。所は、吉祥寺。何でしたっけ吉祥寺だ。うん。でも同そうだね。じ線だね。同じ中央線だけど。そうだね、そうだね。うん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 。吉いや、祥寺もね、吉祥寺は割とまだ外国人いるかな。どうだろうん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 。う。うん。公園もあったりとか、まあ結構広いのかな。どうだろそうなんだね。う。うあんまりん。まだそこの違いが自分もちょっうんと分かってうんうん。ないんだけど。まあ東京はね、どこの駅降りても結構賑わってるから、いや、すごい。ね。本当に。はい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 。高円寺、ありがとうございます。はい。難しい。いいんですよ。行ったことある場所で、あ、ここいいんじゃないみたいな場所ありますか？ララポートたくさん行ってる。どこどこ？ララポートとかベイコとかたくさん行ってるよ。楽しいところとか。ララポート。どこのララポートがおすすめですか？ララポートっていうか、うん。ゲームがたくさんあるところ。ああ、ゲームセンターみたいな。それはゲームセンターでしょ。ママがあれって言ったところ。どこがおすすめですか？うん、ゲームが楽しいのがおすすめかな。あー、どこだろうね。どこがいいかな。でも海外でさ、日本に来た人がさ、うん。ここいいなって思ってくれるとこだよ。なんか大体行くところってさ、東京、京都、大阪じゃん、きっとさ。確かに。だけど、ここもいいのに、あんまり、まあ別に人気がなくてもあってもどっちでもいいんだけど。へえ、難しすぎるの。最近どっか行った？全然行ってないね。まあ、鬼怒川とか行ったかあ、な。鬼怒川。いいどう？温泉街、もう大人、外国の人に受けるかわかんないけうど、楽しんうん。いよね。まあ、温泉街あるし、確かに。うんうん。鬼怒川って群馬県違うか。埼玉かな。あ、埼埼玉。玉か。実際は栃木県です。へうん。え、うん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 。なんかちょっと鬼のさ、像とかちょろちょろってあったりしてさ、鬼怒川。あ、いいね。観光客多かった？
ちょこちょこいた気がする。うんうん。でもあんまり行くスポットじゃないかもね。なんか、うん、あえて行くところじゃないよね。なんか箱根とかさ、ああうん。いう感じの人の多さはなかった気がするあ、な。でもいいね。鬼怒川ね。うん。あ鬼怒川。んちゃん、テーブルとか椅子とか引っ張ったら音がうるさいよ。何がしたいんだ。これだけ見るだけ。うん、いいよ持ってきなさい。じゃあ、ママは鬼怒川、あんちゃんはララポート。うん、すいません、ラポート。お願いします、ラポートで。ね、日本のショッピングセンターとかね、もしかしたら海外と違うかもしれないから面白いかもしれないよね。あ、確かにね。うん。地元感。ね。いかがでしたか？会話の中で出てきた単語を一緒に復習してみましょう。完全予約制、改めて、何々対応、古着、飲み屋、個人店、観光客。皆さんは日本でおすすめの場所がありますか？よかったらコメント欄で教えてください。それでは次の動画もお楽しみに。